回の産業まとめ。赤いワンピースで国会出席。カジュアルな服装は国会冒涜？服装の自由。4月の第21代国会議員選挙で比例代表として当選を果たしたリホジュンが赤いワンピースを着て国会に登院し、議論となっています。赤いドット柄の半袖ワンピース。裾は膝状で露出は高め。オンラインショップでは10万ウォン前後、約9000円から1万円で販売されているものです。黄色いマスク、靴もカジュアルなスニーカーで、国会にふさわしい服装ではないと議論となっています。韓国では国会議員の服装規定は存在せず、国会法25条に、議員は議員としての品位を維持しなければならない、とあるだけ。今回の服装がこれに抵触するとは断言もできないと思われます。ネットでは賛否の声が上がる中、性差別的な意見も飛び交って騒ぎとなっています。遠足に来たのか、合コンか、カラオケコンパニオンか、もっとエッチな服を着てこい、などと批判の声が上がる一方、身なりを指摘するのは性差別ではないのか？海外ではミニスカートもある、一般企業では夏には半ズボンを着て出勤する、などと擁護の声も上がっています。リュ議員は、国会の権威は洋服によって成り立つものではない。本会議で中年男性が中心となって洋服とネクタイだけ着ているが、服装で象徴されるこの慣行を破りたかった。今後も多様な服を着る、と話しています。韓国では2003年にノーネクタイに白パンツで登院した議員に対して批判が湧き起こり、一部が集団退場するなどして騒ぎが起きたことがあります。編集所官。今回の概要。韓国国会の日に、彼女の主張と問題点。リホジュンはどんな人？まずこの問題を語るときに、韓国の国会がどういう風土であるか、ということを念頭に置いておく必要があります。なので単純に日本や海外と比較するのは適切ではありません。文化や観光が違うので、それは参考程度ということにしかなりません。擁護する側も非難する側も、外国がそうだから良い悪いというのは一つの見方に過ぎないということです。問題の一つとしては、TPO にふさわしい服装かどうか、というところがまず一つ。これが国会で許されるかどうかです。特に規定がないという点では問題がないということになります。議員としての品位を維持しなければならないという条項については、極めて汚いヤジや暴力まで飛び交う韓国国会が服装で品位を語れるのかと思いますね。正直。個人的には服装の自由はあるにしても、ちょっと大きく踏み外したのではないかと思います。では葬式に同じ服で参加しても問題がないのか、同じ主張をするのかということです。結婚式に真っ白なドレスで参加するのも個人の自由なのか、ということです。その場に合った服装、振る舞いというのはその社会において存在し、それに従うのが社会の一員としてのあり方だと思います。暗い服装の国会に一石を投じたいという意見には賛同しますが、膝上ワンピースにスニーカーはどうかと思いますね。本人としては大きく踏み外さなければ目立たないからというのもあったと思います。所属政党は、服装が問題なのか？服装ではなく議員としての活動を見るべきだ、としてますが、これも一理はありますよ。確かに。リュ議員の TPO というのは永遠に一様のものではない、という意見も一理あります。ただ、これらを拡大解釈して今回の服装が問題ないというのはちょっと飛躍した理論であると思います。これで韓国国会の雰囲気が変わるのであればそれはそれで成功でしょう。他の女性議員が多様な服を着たり、男性議員もカジュアルに傾けばそれは韓国国会の変容ということになるでしょう。まあ、私は服装の変化に挑むという試みは評価しますが、今回の服装は支持しません。品がないです。ちなみに韓国の国会議員で、公に服装について批判している人はいないようです。このリュ議員は1992年生まれの27歳で、韓国では唯一の20代女性議員ということで注目を集めています。ゲーム会社勤務時代は労組を作って辞職に追い込まれたとし、その後労働問題の運動家として活動を続け、政治の世界に足を踏み入れたという経歴を持ちます。正義党では市の委員会副委員長、党の女性委員長、IT 産業労働特別委員長などを経て議員として出馬し当選。国会議員としては服装の他に、香港国家保安法、ジョージ・フロイド事件を取り上げたり、ゲーム業界の女性権を主張するなどして認知度は高いようです。どれも韓国国会議員が避け気味の問題でしょうから、面白い存在ではありますね。若いですし。若者の派手で過激な挑戦と受け止めて、これがどう世の中を変えるか、
挫折してしまうのかについてはちょっと注目したいです。まあこうして議論が湧き起こること自体は良いことだと思いますけどね。本意としては、こうした目に映るちょっとどうでもいい問題よりも、目に映らない深刻な問題に取り組むべきでもあるんでしょうけど。この劉穂潤議員ですけどどうですか？私はいいんじゃないかと思いますけど。国会ですよ。いいんじゃないですか？同年代ですよね。ええ。ただちょっとこれはなんだか古い感じがしますね。昭和じゃないですか？昭和40年代のミニスカートブームの頃ってこと？なんとなくそんな感じがします。古い感。きっと韓国ではこれが最新なんですよ。そうなんだ。ちょっと足が出すぎですよね。品がないです。ああ、私もそこは気になりました。でも韓国の女性って結構スカート丈が短いですよね。せいぜい膝状にしないと。膝上？膝上か膣上でしょ？そうなの？膝状かと思ってました。話がそれましたけど、靴はどうですか？これ、濃い色のスニーカーなんですけど。私は通勤はスニーカー派なのでいいと思います。クトゥーです。ああ、クトゥー運動ね。どうなったのかな？この人、美人かと思ったらマスク美人ですね。外すとちょっと。それ言っちゃ。白雪さん個人の感想です。ダメでした？個人の感想です。遅いって。髪型もちょっとですね。個人の感想ですけど。でも韓国じゃあれが流行ってるのかもよ。黄色いマスクって変ですね。これは党のカラーだからいいんです。そうなんですか。じゃあ黄色のワンピースにすればよかったのに。そういうこと？これ、多分もっと美人の人がやってたら反応が違ったと思います。そこで外見問題出しますか？韓国でそれ言ったら大問題になりますよ。そうですけど、それが現実だと思いますよ。ええ。韓国社会もそれを知っていると思いますけどね。じゃあ白雪さん的には問題ないってことですか？そうですね。私的には。そうなんだ。ちょっと意外な反応でしたね。そうですか？あまり堅苦しいのもどうかと思いますけど、パーティーでも清掃とか言って露出の高いドレスがあるじゃないですか。ああ、あれは西洋のよくわからない価値観ですからね。女性はあれで清掃という古い価値観ですよ。でもどうせならもうちょっと可愛い服装なかったんですかね？一応国会なんですけどね。白雪さんだったら服装どうします？私が国会議員になるってことですか？そうだとしたら日本の世も末だなと思いますけど。そんなに卑下しなくていいから。何かの間違いで比例当選するかもしれないし。所属はどこですか？難しいな。社民党はどう？私みずほがどうしても受け入れられなくて。じゃあ、創価学会に入る気はない？入りません。幸福の科学は？入りません。なんでどっちも宗教絡みなんですか？いや、どの党ともカラーが合わないから。選挙区で無所属で勝てるかもしれないじゃないですか。そうなったら本当に世も末ですよ。わかってます。眉ティントやってみました。ティント？色ってこと？何か変わった？眉毛を毎日描かなくていいんですよ。美容師さんに教えてもらいました。へえ、それどんなの？塗ってから2時間くらい放っておくと色がつくんです。あとはそれをテリテリって剥がすだけ。シールみたいになるんだ。それどれくらい持つの？3日くらいとからしいです。3日間の入れ墨って感じ。そうなんだ。短いね。それでも簡単だから朝が楽ですよ。いくらくらい？ 1400 円だったかな？最初に塗るのを失敗すると大変なことになるらしいですよ。修正できないの？失敗したらゴシゴシこすってなんとか薄くしたって言ってました。ローテクだね。それにしても違いがわからないね。すごいね。そうですか？美容師さんも言ってました。誰も気づいてくれないって。そうなんだ。私は気づきましたけど、なんだかいつもより可愛くなってました。それってヘンテコな美容師さん？へんてこじゃないですよ。おしゃれでいつも美容の最新情報を教えてくれます。それで、韓国ドラマを見て韓国美人風にしてみたって言ってました。韓国美人風って何？どう違うの？眉毛と前髪。眉毛が太めになってて前髪を長めにしてました。それ韓国美人風？いや、よくわからないですけど、違いはそれだけなのに韓国美人風になってました。
だから韓国美人風って何よ、そもそも。オルチャン風。私もよくわからないんです。オルチャン風って何か昔言われてたけど、それがどんなのかもわからないし、今のオルチャン風がどんなのかもわからない。オルチャンメイクはもうオワコンらしいです。だってそれ何年も前の話でしょ。白雪さんのファッション情報って古すぎない？ひえ、話がどこかに行っちゃってるけど、わからなくなってきました。ごめんなさい。結局ファッション情報すらよくわかってないじゃない。でも意外と会社ではおしゃれさんとして通ってるんですよ。本当に？誰かに言われた？言われてはないけど、じゃあなんで？なんとなく感じるんですよ。こう、そんなわけないじゃん。そんなのただの自意識過剰だよ。しょぼん。